1番目です。この1番目を使うかどうかがいつも悩むんですよね。日が暮れんと大体何もありません。お、本郷ナイス。夜じゃないですか。いますね、今日は。石金もおるし、石金も3つ。カモも2つ。しかも元気。車庫まで。石金1にもう1匹見えたんですけど、早いからどっか行きましたね。もうどこ行ったかな。お、カニまで。なんと今日の1番目はこっちも一金おるし、バラもおるし、今日の1番めちゃくちゃいいですね。まだ日が暮れてないのにガラも2、30匹いるんじゃないでしょうか、来年用。2番目はどうでしょうか。2番目は上げただけですね。おお、大金まで。おお、拾えるカニが2つも。モンゴ、この2枚が超ナイスですね。モンゴはハリイカ付きで、まあハリイカの方が美味しいですよね。逃げの声が今度は。ちなみにずっと同じとこやってます。あれ2秒おらんじゃない。ちっちゃい時だったんですかね。ああ、チルの網になってしまいました。おお、ナイス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 。モンゴ何匹目ですかね。5匹目ぐらいかな。5匹目ですかね。よいしょ。おお、ゲットナイス。めっちゃいいじゃないですか。と思ったら拾えなかった。でも曲げた2ついたんじゃないですかね。これも拾えんな。こちら1つ。ちょっと今の網カットになると思うんですけど、光の後行って泥まみれで何も入ってなかったんで、イメ1とハモ1とカニ1かな。ちょっとだけ動画の方行ってみたいと思います。様子見で行ってみます。けどお、1本、お、もう3本。この漕ぎ方でまだ本個動画のとこについてないんですよね。これでこれだけいたら結構すごいですね。でかいな、両方とも。こっちにも5匹いてくれたら最高。もういないか。ゼロ。1本モンゴ1。ああ、なんとプラですね。動画のとこだけ回ったな。うわ、なんもらん動画のところで回ると。動画さえいない。カニで救われてる感じですね。これは良くない。クラゲで動画ももうやられてるし。何匹いたのか。1、2だけかな。あとはでも一応こっち見えてますね。3、4、5、6。でもこれだけか。うわ、でっかっ。
はいるんですよね。なのででもまあ動画には勝てんすけどね。から12、3匹目のものですね。よいしょ。もうゲタも4つ。結構沖にいるんですけどね。こんなとこでもクラゲと、これは商売にならんのか。ちょっとクラゲが激しいんでですね、さらにちょっと沖に出してみたいと思います。出しても釣るだけじゃろうと思ったんですけど、やっぱり釣るだけですね。コブシガニ、あんまり見ないタイプのやつです。平家ガニ。あ、なんか急にカニが、でも拾えない。これはオスなんでいけそうですね。あとはダメそうなんばっかりでしたが、お、でもなんかカニがびっくり。オス拾えるし、このメスですけど拾えるし、もう一匹いたような。まだボーナスタイムじゃないですけど、なんとなくやっといい感じになってきた感はありますね。追えるカニがいただけでもちょっとなんかボーナスタイム感あります。今日もシャリをやってしまったかもしれません。やっぱりいいカニなんですかね。素晴らしすぎる。カニ逃げたし、しかもゲットもでかい。こちらはシャリ。ただやっぱボーナスタイムですね、これ。拾えるやつでした。起死回生。ゲタもさらに3枚目だと思います。全部歯がいい。どう見てもボーナスタイムですね、これ。今日は最後がいい時間ですね。クラゲか。普通にこんなところのクラゲ。これは道具が浮いたな。あ、でもやっぱりいい時間なんでしょう。気づかなかったけど、オスのカニが。
いい時間なんでしょうね。来る前に拾えるのか。どうしよう、拾うかどうかな。お、メス拾えるじゃないですか。ナイス。2番連続多め。これは嬉しい。この2枚は最後で逆転ですね。もう1枚オン出てきました。ナイス。クラゲか。もう終わったかな。終わりましたかね、ボーナスタイムは。終わりましたね。ただもうここがクラゲだとどこやってもクラゲなんで、起きながら寄島方面行ってみましょうか。まあ寄島向けて帰ってもクラゲだらけですね、これ。ポケット2つ、これは嬉しい。余計クラゲですね、やっぱり岡へ向けて漕いで帰ったら。これは最後はちょっとことにならんな。もう帰ってもいいですけど、もう一番漕ぎながら帰りたいと思います。これがまだちょっと網の中に見えたんで、水際で漕いで最後尾まで送ったんですが、海面がクラゲだらけなんですよね。どえらいクラゲですね。今日は15分で巻きました。なんか一つでもいいもんが言ってくれれば。ボンゴしかもでかい。ちょっとクラゲにやられてるような感じがありますが、ナイス。15分なんで大丈夫でしょう。いや、ボンゴナイスでしたね。お、広い空カニ一つ。ナイス。では帰ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。立派なモンゴウが泳いでおります。はい。前半モンゴウを取って、はい。その後動画行ったんだけど、うん。どうですか。クラゲでやれません。ありゃ。動画のところは。しょうがねえな。うん、そしてかわしてなんとかボーナスタイムでカニ取って、ラストそのカニのところまでなんとクラゲでやれんくなりまして、ありゃまあ。夜でこれだけクラゲを食らうのは多分初めてじゃないかなと思います。びっくり仰天。なんでじゃろ。昼の人はもう多分やれんね、あれは。夜であれだけ食らったら。歯も多め、赤ゲタ多めです。逃げ少なめ。カニだけあげときましょうか。はい。もう2キロとかにはいかなかった。カニはまあまあおります。多めが2つおったんで、それのおかげで、なんとかなるかと思います。はい。以上でした。はい、お疲れ様でした。はい。皆さん今日もハードワーク、僕今日お疲れ様でした。クラゲには参りますね。昔はですね、この時期はクラゲ祭りっていう名前でみんなで休んでたんですよね。月夜の袋をおすすめしていただいたんで買ってみました。トウモロコシで作られた焼酎だそうです。これはちょっとトウモロコシで作られたの焼酎は初めてなんでかなり楽しみです。後ろが赤いんでめっちゃゴージャス見えますね。これレッドカーペットみたいな本格焼酎。ちなみに今回もいろいろあったんですが原酒を選ばせていただきました。一度原酒飲んでからハマってます。トウモロコシ焼酎を貸し樽で長期熟成させた上圧蒸留原酒と減圧蒸留原酒をブレンド。へえ。大胆かつ繊細な味覚と知的な香り漂う本格酒。知的な香りってどんな香りなんでしょうね。ちなみに皆さんご存知だと思いますが、上圧蒸留っていうのは当然普通の気圧での蒸留ですが、減圧蒸留は沸点が40度から50度だそうですね。トウモロコシの甘みや旨みが感じられるんじゃないでしょうか。もう完全にバーボン、バーボン酒です。いただきます。
甘い焼酎ですね。やっぱりトウモロコシから作られてるからでしょう。甘い焼酎です。ほんとブランデーとかバーボンのような感じのタイプの焼酎です。もう自分が好きなやつですね。すっきりしてクリアな感じもあって、甘い香りや風味味もあって、編集の合間に飲むのがとてもいいんじゃないでしょうか。今日はですね、タイの塩焼きでそうめんっていうコメントをね、だいぶ前にいただいてたんで、それにしようと思ってね、タイをね、直売所で買ってきたんですよね。頭をね、半分割って兜にしましたが、こういうものに合う焼酎ではないと思います。あ、うまっ。めっちゃうめ。味付け完璧ですね、これ。焼酎単体はとても美味しいんですが、やっぱりこういうのはちょっと臭い系の焼酎の方がいいかな。タイうまっ。タイびっくりするぐらいうまいな。ここがうまいですよね。こっちこれでしょ。うまっ。この焼酎は食事と合わせるというよりは単体で飲むやつですね。完全に自分の好きなタイプの焼酎ですが、おそらく苦手な人もいるんじゃないかなと思います。紙そうめんおすすめしていただいたので買いました。なんとこれもですね、以前食べた神崎そうめんだそうです。製麺所が違うんでしょう。神崎そうめん九州佐賀、なんとご縁があることでしょう。以前おすすめしていただいて神崎そうめんを食べた時にはですね、こちらのそうめんとの違いに驚きました。こちらのそうめんはですね、どちらかいうとイボのイと有名な、あと小豆島そうめん、近くに鴨川そうめんっていうのがあるんですが、どれもですね、コシと喉越しが特徴です。もちもちした食感、コシと、あとつるっとした喉越しが特徴です。ただですね、神崎そうめんが食べた時はですね、小麦の香りはありました。ただこちらの小麦の香りとちょっと違う感じ。あと食感はもうもちもちしてなくて、自分はですがビーフンじゃ全くないですけど、ビーフに近い感じだなと思いましたね。あと喉越しもつるっとした感じではないですね。ただその多分油の塗り具合ですかねが違うんかどうかわからないですけど、それが多分神崎そうめんの特徴だと思うんですよね。さて紙そうめんはどうなんでしょうか。できました。ありがとうございます。紙そうめんの乳麺です。はい。タイの塩焼きと紙そうめんの乳麺、レモンピール添えいただきたいと思います。なんかあれですね、これ鞆の浦とか沼熊の方ではこれ普通にあるらしいですね。自分も知らなかったですね。あ、ちなみにですが、鞆の浦沼熊はもうほぼ隣と言っても過言ではない頼島から近いところにあります。隣と言ってもですね、広島県です。隣と言ってもですね、1時間10分ぐらいはかかります。沼熊までね、いただきたいと思います。このまま行けばいいかな。実はですね、これコメントいただいた時、タイの塩焼きとそうめんというコメントをいただいたんですが、全く想像できなかったんですよね。で、今日友人にたまたま会ってですね、話したら、食べたことあるよって言われて、あるんじゃと思って、普通に鞆の浦の方であるそうです。いただきます。うまっ。タイだしちょっと味わってみますよ、ほんな、先に。ああ、タイだし、タイだしです。珍しくないですね、ここら辺ではタイだしは。紙そうめんいただきます。いい香り。ああ、すごいいい香りですね。美味しい。美味しいですが、やっぱり神崎そうめんですね。ここら辺の小豆島そうめんとか、あと奈良の宮そうめん、あと揖保の糸ですか。日本三大そうめんと言われてますが、小豆島、播州、三輪とはやっぱちょっと違う感じですね。香りは素晴らしいです。レモンはどうですか。レモンも最高ですね。でも柚子よりレモンの方が好きかも、俺。こういうのもともとレモン好きなんですよね。塩焼きのタイがうまい。さっきのかぶと焼きも美味しかったんですけど、タイがちょっと時期がいいんか、たまたま選んだ答えが良かったのか、直売所で。タイがめちゃくちゃうめえな。そうめんの感想としてはですね、自分が知ってるそうめんとはやっぱりちょっと違いますね。自分が
知ってるそうめんはコシがある食感で喉越しがつるっとした感じがで、それを最高峰まで高めたのが結構やっぱり播州小豆島三輪だと思うんですが、ではないですね。これは香りは抜群にいいですけど、もちもちしたような食感、コシとつるつるした喉越しではないです。神崎そうめんはやっぱりこれが特徴なんでしょうね、多分。これはですね、岡山、小豆島そうめんの香川、あと兵庫、大阪、奈良県周りですね、滋賀とかの福井とか京都、和歌山の人がどういう風に判断するのか逆にちょっと聞いてみたいですね。三輪そうめんや小豆島そうめん食べてる人はこれどういうかな。明らかに関西圏の人が思ってるそうめんとは違うと思いますね、これは。ただ違うからといって美味しくないわけではなく、香りとかはもう香りも違うんですよね。三輪そうめん、播州そうめん、小豆島そうめんと香りは違いますが、ちゃんと小麦の香りでいい香りですね。ちょっとどう思います？小豆島そうめん、三輪そうめん、播州そうめんに比べて。ラーメンの方に近い麺の硬さがなんとなく美味しい美味しい。コシのある感じではないよな。ただ勘違いしないでいただきたいのは普通に美味しい。普通に美味しいということです。美味しいですよ。はい、美味しいということです。今回もご視聴ありがとうございました。一味大好きです。これはもうただのコンビネーションの話になりますが、一味かけたら美味しいな。とにかく選んだタイがめちゃくちゃ良かった。これほど美味しいタイにはなかなか当たらない。